こんにちは。インテリアコーディネーターのみちるです。5月に入って庭のグリーンはどんどん濃くなってきました。シンボルツリーのエコノギはスズランのような可愛いお花で満開です。フェンスを覆うテイカカズラの花も甘い香りを漂わせています。4月の初めにたくさんの花の苗を植え付けた我が家のミニミニコテージガーデン。4月の半ばに背景の木工バラがきれいに咲き誇ると、草花もぐんぐん成長して少しずつ花が咲き始めました。このまま順調にいくと思ったんですが、5月に入ってすぐに雨風が強い日があり、草花がかなりのダメージを受けました。結構な数の花が倒れていました。一番のショックだったのは、ポピーパンドラが根元から折れていたことです。何もなかったかのようにぽっかり開いています。つぼみが結構ついてたんですよね。もうね、春菊か何か野菜のような佇まいですよね。悲しい。他にもアスペルラオリエンタスもなぜか半分ダメになってしまいました。根腐れでしょうか。草花へのダメージと同じぐらい私もダメージ受けました。でも自然相手のこと、こればかりはしょうがないですよね。とにかくこれ以上被害が広がらないように支柱で支えるとか、そういった作業をやるのみです。ポピーパンドラが折れたところに新しい苗を植えようと思うのですが、この機会にシーズンが終わったパンジービオラやストックも取り除いて、一緒に新しい苗を植えていこうと思います。このシルバーリーフの白大菊はなんかちょっとここで浮いているような気がしてきたので、移動してコンテナで育てようと思います。今回は植え付ける前に苗の根っこを活力剤につけてみました。こうすると植え替え時の根っこのストレスが減るらしいです。ペチュニアは雨風に強くて花壇でも大丈夫そうなペチュニアティーとペチュニアジュリエットという品種を選びました。うまくいくといいんですが、どうでしょうか。急遽以前買っていたプリンセスクローバーというちょっとおしゃれなクローバーを植えることにしました。シックなペチュニアの花を引き立ててくれそうです。この春試してみたいことがありました。それは種まきです。種から植物を育てるのは手間がかかりそうだなとは思いますが、コスパもいいですし、
花が咲いた時の感動がより一層ありそうだなと思ってやってみたいと思っていました。初心者でも比較的成功しやすいジニアとコスモスに挑戦したいと思います。ジニアの種はジフィーポットというピートモスを主原料としたポットに巻こうと思います。このポットはそのまま土に植えることができるのがポイントです。このポットに種まき専用土を入れます。そこに水をたっぷりかけて土を湿らせます。この時たっぷりかけないと表面だけ濡れてて中は乾いてるという状態になってしまうので注意してください。今回植えるのはジニアの中でもジニアクイーンレッドライムという種類です。ニュアンスカラーの素敵なお花が特徴です。土を十分湿らせたら1ポット1粒ずつ種を乗せていきます。種を乗せたらその上に土を5ミリから1センチくらいかぶせます。そして今度は霧吹きで、水をたっぷりかけて土を湿らせます。次はコスモスをまきます。コスモスのダブルクリックという品種の種をまきます。ジフィーポットがなくなってしまったのでコスモスは通常のポットに、種をまいていきたいと思います。種まき専用土を十分湿らせてその上に種をまいていきますが、小さめのポットには4粒、大きめのポットには8から10粒ぐらいまきました。同じように種の上に土をかぶせます。そして霧吹きでたっぷり水をかけて湿らせます。ジニアもコスモスも発芽日数は通常5日から7日程度らしいです。発芽するまでは水切れに注意したいと思います。ジニアはジフィーポットから根っこが出てきたらポット上げをして、コスモスは間引きをしながら、葉が4枚ぐらい出てきたところでポット上げをしようかなと思っています。